すべてが揃った電気目録は、喜八が持ってこそ意味があり、堅吾の思惑は罪悪感からの後ろめたさ。喜八と稲子の確かな絆が描かれた一話でした。皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第8話の感想考察やっていきたいと思います。今回は滋賀にあるスミスの館で展開された電気目録に関わる登場人物たちの行動についてや、そこに次なる一手を打った陽介の思惑と、新たな疑問についても整理していきたいと思います。事前情報なしで主張した感想考察を3つの視点から語りたいということで、今回のポイント、まず1つ目、滋賀へ。2つ目が電気を生み出す。3つ目は酒と電気目録。それでは早速最初のポイント、滋賀へからやっていきましょう。電気目録を求めてスチュワート・スミスの元を訪れた喜八たち。2つに分かれた電気目録が1つにまとまり、これまでのいきさつが清録の様子とともに堅吾の口から語られることになります。今回の滋賀への旅路で不可解な反応を見せている堅吾ですが、清録から電気目録を受け取った戦地での様子が描かれ、現在に至る流れが判明します。堅吾は電気目録を喜八に返さず、スミスの書庫に戻したわけですが、ここまでの流れでは、この事実を知るのは堅吾とスミスのみであったような印象です。さらに、典子と陣右衛門の2人もスミスのもとに駆けつけ、陽介を除く関係者が一堂に会する事態となっていました。これにより、清録の遺品となった電気目録にまつわる過去を心の中に封じ込めていた堅吾の思いが、挙動不審な言動へとつながっていたと判明し、その行動に失望を感じさせる典子の追求で、さらなる後ろめたさを積み重ねた堅吾の様子が描かれていく流れとなっていました。この展開については、この後の3つ目のポイントで詳しく見ていきたいと思います。一方、条件を提示し、電気目録の差し出しを要求していた陽介ですが、それを受け入れようとする陣右衛門と、喜八の夢を優先する稲子との軋轢が描かれていくことになります。互いを信じ、固い絆で結ばれていた喜八と稲子にとっては、お互いの夢の実現を何よりも優先される心情が絆の根源であったこともあり、それぞれが相手の希望を叶える選択をするという心の共鳴を感じることができる胸熱な展開となっています。自己犠牲という言葉だけにとどまらない強い心のつながりを感じるそれぞれの決断であったと言えそうです。次は電気を生み出すです。スミスの書庫を開場するため、宮殿設備の解析を始める喜八でしたが、発電には水車の力を利用した水力発電が使われていました。実際の歴史では、19世紀末には日本でも水力発電が行われていましたが、この世界では蒸気の発達と電気技術の停滞により、大規模な発電施設の必要性が低く、水力発電も少なかったと考えるのが妥当です。その意味では、水車を発電に利用するという現代ではさほど珍しくない施設も、清録による大発明と言えるほどの画期的な設備であったと言えそうです。水路にゴミが詰まり、水位を調整する機能がうまく稼働していなかったことで水車が停止、電気の供給も止まっていた状況を素早く把握した喜八の知識が、世界を電気の力で導くことを目指した清録にとって、その実現の源泉になると想像していた流れを感じさせ、電気目録の裏書きが曖昧に書かれていたことにもつながっていきます。今回、すべてが揃った電気目録でしたが、
その進化は喜八のもとにあってこそ発揮されるのは間違いなく、陽介が手に入れたとしても、前回同様意味がわからない状況に陥る可能性があり、その上で喜八に開発を強要するような展開も見えてくる、陽介と仁右衛門の取引であったと感じる描写です。溝江家にとっても、桃川の家名を取り込むことが有意義であるとのこれまでの流れを継承しつつ、電気目録を手に入れようと画策する陽介の不気味な笑みが印象的な一話でした。最後は酒と電気目録です。滋賀のスミスの元を訪れたことで、残り半分の電気目録を手に入れた喜八でしたが、健吾の口からはその経緯や清録の最後が語られることとなります。物語の流れ的には、スミスの書庫に電気目録を戻したのが健吾であり、それを隠していたことに対する罪悪感が今回の不審な言動の元であったと考えると、喜八の死骸を止めた理由は真実を打ち明ける準備がまだ整ってはいなかったからの印象です。清録の電気目録を自分の懐にしまったことで、それが防弾板となり命を拾った健吾とは対照的に、銃弾を受けて倒れていた清録が、もし目録を持っていたのなら、弾よけとなっていた可能性もあり、自分の代わりに清録が命を落としたと感じた健吾の罪悪感が、喜八に目録を届けることをためらわせ、証拠を封印した経緯がさらなる罪悪感へとつながる展開でした。それを隠したまま、典子との結婚を進めることができず、手紙には婚約自体が書かれていたと考えると、稲子たちの演奏に清録の求めた未来を感じた健吾が、喜八に真実を告げるべきかの葛藤に悩まされていたことが伺えます。健吾が先を目にした途端、自身の罪悪を思い出した流れや、そもそも喜八に渡した半分の電気目録を典子が所持していた経緯が未だ不明で、清録が戦場で持っていた目録は最初から半分だった可能性が高く、典子が保管していた目録は、実は最初から日本に留め置かれていたとも考えられます。また、第6話のパークでの先の描写で、顔が街灯の影に隠れる意図的な描き方の理由が未だ明確にはなっておらず、今回描かれた先は快活な印象で貿易商であると紹介されていましたので、健吾たちが学生であった頃は学校関係者であったのか、先についても今後の展開を待つ形となっています。ただ、酒の中に真実があるとのセリフが、苗子が製造していたと思われる電気錦とつながり、目録20番目に書かれていた電気錦の文字と、清録が言う彼女が苗子であった可能性も含め、桃川酒造にこだわる陽介の思惑とも一致し、典子が持っていた目録の経緯とも重なる謎のつながりを感じさせます。喜八たちが滋賀のスミスを訪ねたことで物語が大きく動き、不明瞭な部分が明確になった今回の物語ですが、健吾の不可解な言動の理由が未だ歯切れの悪い印象も残り、そこに関わる典子や咲の存在がさらなる謎を生み出していた第8話となっていました。電気の社会を作るのが喜八の発想と技術力であると清録が考えていたことで、電気目録はそのきっかけに過ぎないのではないかという事実。その意味では、仮に陽介が手に入れたとしても、効力を発揮できない流れとなってくる展開を予感させます。今回の第8話は、清録と電気目録の行方について健吾が語ったことで、これまでの謎が解明されたと同時に、典子や咲についての疑問が発生する流れ、そこに絆が強まった喜八と稲子へ、それぞれが決断を迫られる展開の1話でした。互いの思いが強くなっていた現状が、自分の夢よりも相手を優先しようとする決断へとつながる、
これまで育まれてきた二人の思いと絆の強さを感じさせる物語です。今後は電気目録の引き渡しを迫る陽介の思惑や、健吾と典子の愛情の行方と先に与えられた役割、登場人物たちに影響を及ぼしている清六の状況など、謎が明かされていく流れが次回以降の期待となってくる展開です。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第8話の感想、考察でした。最後までお付き合いありがとうございました。